皆さんこんにちは。今回はロケッティアの簡単な借り方を3つご紹介します。ロケッティアといえばリリース直前のサーバー負荷テストのたったの3日間で、230万人以上を葬ったとされる人類を殲滅するために作られたような存在です。このままでは、今シーズンだけで数千万単位の人間がロケッティアによって木っ端みじんにされてしまうことでしょう。しかし我々は学ぶことのできる生物、これからは狩られる側から狩る側に回る時が来たのです。それでは早速、簡単に狩る方法を紹介していくよ。簡単だけどある程度は準備が必要になるのだ。致し方ないね。まず1つ目、ウルフパックを2個用意してロケッティアに投げるのだ。とても簡単なのだ。ごめんなさい、ウルフパック持ってないんですが。そんなお子様はホーネットでもカステロなのだ。ということで、まずはホーネットを狩るのだ。そこから出るホーネットドライバーをいくつか集めるのだ。それをロケッティアに向かって投げるのだ。うまくいくとロケッティアが逆さまに墜落して身動きが取れなくなるのだ。ここではグレネードを投げてるけど、逆さまになれば殴って倒すことができるのだ。本当に簡単だね。それと、ホーネットドライバーは当てる必要はなくて、近くを通るように投げるだけでもビリビリスタンしてくれるのだ。墜落の仕方は運が絡むから確実に裏返る保証はないんだけど、高度高めで巡回しているやつを墜落させるだけでもダメージがあるっぽいから、2回くらい高めの高さから落とすだけでも煙か火を吹いてくれるのだ。裏返せなくても墜落でダメージを与えて、火を吹いたら、あとは銃を少し撃つだけだね。ここでは一度墜落させて、まだ煙を吹いている状態なんだけど、2回目の墜落で火を吹くとこまで削れたのだ。それと、ホーネットドライバーはショートストッパーで代用可能なのだ。でもショートストッパーはホーネットドライバーに比べて当てるのに少しコツがいるのだ。斜めから狙うと難易度が跳ね上がるから、真後ろから投げるのがおすすめなのだ。練習が必要ね。コツとしては少し遠めから投げる方が高めの位置で爆発するのだ。裏返ったら煮るなり焼くなり爆破するなり殴るなりすればいいのだ。殴るの気持ちいいね。アドレナリン注射を持っていると楽なのだ。銃でちまちま削るのがアホらしくなるくらい滑稽だね。そんなこともないのだ。銃でも時間はかかるけど安全に狩ることができるのだ。まあショートストッパーの在庫がなかったり、ホーネット狩るのめんどくさいものね。次は銃を使った被弾ゼロ討伐のやり方を見せるのだ。銃を撃ち、ロケッティアとの射線を切る。ただそれだけなのだ。普通すぎない？それから15秒くらい待つと戦闘態勢が解除されて、泣きながら砲台を格納するから、それが再度攻撃の合図なのだ。この砲台を格納したタイミングで攻撃すると、また泣きながら砲台を展開する時間ができるから、その間はエイムに集中して弾を撃ち込めばいいのだ。銃によるけどここではアンビルの2レベルを使って1ターン3発は撃てるのだ。ビビって遮蔽をうまく使おうとしなくていいのだ。武器は何がいいの？正直なんでもいいと思うけど、アンビルが推奨というか楽でコスパがいいのだ。資材に余裕があれば武器のアップグレードをしていってもいいのだ。アンビルは武器レベルによってファイアレートが上がるけど、レベル2であれば、2発か3発くらい撃つのが良さそうだね。
弾はどれくらい持っていけばいいの？小型アークの処理にも使うから銃だけでかるならアンビルなら3スタックは欲しいところなのだ。この回は3分で討伐したんだけど、長くなるから討伐の様子は動画の最後に置いておくよ。被弾のリスクをなくしつつ安全に討伐完了なのだ。回復を一切使わずに狩れるのはいいね。3つ目はスナップブラストグレネードをロケッティアのお尻に貼り付けるのだ。スナップブラストグレネードってアークとか壁とかの着地したところにくっついて爆発するグレネードね。これをロケッティアのお尻に貼り付けるだけなのだ。貼り付けるの難しくない？青信号の巡回中の状態まで待つ必要はあるのだけど、ロケッティアは後ろからなら足元まで近づいても意外と気づかれないのだ。そしてお尻にぺったんぺったんするのだ。お尻を触ったら全力で建物まで逃げ込むのだ。ロケッティアもお怒りね。動画では3個一気に貼ってるけど2個ずつ貼るのが良さそうなのだ。スナップブラストグレネードだけで倒そうとすると最低でも2スタックの6個必要だから銃も併用するといいのだ。何個か外すことも考えなきゃだものね。このグレだけで討伐した時は外した分も含めて8個使ったのだ。このグレで少し削って装甲を剥いでから銃で倒すのがバランスが良さそうだね。3つ全部外すのは芸術点が高いのだ。これも練習が必要ね。真後ろから真下くらいまで近づいて顎の方を狙って投げるのがコツなのだ。お尻の方を狙うと避けられてしまうわね。3つ全部外すのは芸術点が高いのだ。2回も言わないで。動画のために失敗の実演してるだけだから。嘘をつなのだ。もうロケッティアなんて怖くないね。何言ってるのだ。油断した瞬間一瞬で持っていかれるのだ。ロケッティアの習性で遮蔽に隠れても爆風で攻撃が当たる位置にロケットをぶち込んでくるのだ。アークって頭良すぎない？狩りに行ったつもりが狩られる側にならないよう十分気をつけて挑戦してほしいのだ。グレネードは全部試してみたけど当てやすさからいくとホーネットドライバー、ショートストッパー、スナップブラストグレネードあたりがソロでも使えそうなラインなのだ。ソロじゃなければこの3つの方法を使いつつ、もっと簡単かつ楽に狩れそうだね。1人がホーネットドライバーで墜落させてもう1人がブレイズグレネードで燃やせばホーネットドライバー2個とブレイズグレネード2個で簡単に討伐できるのだ。ブレイズグレネードは、エイムが必要なウルフパックみたいな火力の化け物グレネードだね。ソロでやるメリットはやっぱり報酬を独り占めできることなのだ。報酬を独り占めしたいからソロでやるのであって、友達がいないからではないのよね。友達はみんなロケッティアに駆逐されたのだ。これからは人類がロケッティアを駆逐する番なのだ。みんなもよかったら試してみてね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。おすすめの狩り場はダムだとエレベーターが閉じた後その周辺のロケッティアを狩るのがおすすめなのだ。待ち時間は発生するけど比較的漁夫も少ないと思うのだ。スナップブラストグレネードは2個使用して討伐時間は約3分でした。友達とやれば1分切れが余裕なのだ。みんなでスナップブラストグレネードを投げれば瞬殺なのだ。簡単に作れてコスパがいいのだ。あとちょっと。討伐完了。せこいこと考えてるやつがいるのだ。
漁る時用にスモークグレネードを一応持ってくるのがおすすめなのだ。刺される部位は真ん中のコア部分と4つのスラスター部分。真ん中のコア部分にはドライバーが入っていて、4つのスラスターからは運が良ければ出るのだ。敵と撃ち怖すぎるのだ。木が切れたから一旦退避。許さないのだ。残りを漁りに来た時に勝ってやるのだ。暇なのだ。来るなら早く来てほしいのだ。いたのだ。言ったみたいなので続きを漁るのだ。ドライバーはだいたい1個か2個しか出ないのだ。2個出たらラッキーだと思っておいた方がいいのだ。帰りはレイダーハッチの鍵を持ってくると楽なのだ。それではみんな、また次回の動画でなのだ。